こんばんは、まゆです。今日はニュージーランド旅行について、先日の動画を振り返っていきたいと思います。先日の動画の振り返りって言ったんですけど、私ニュージーランドに留学してたことがあって、で、それ以前にもニュージーランドには何回か行っていて、すごい思い入れのある国なので、ちょっとご紹介できるものはすごく少ないんですけど、お話できたらなと思います。で、ニュージーランドに留学してたのは2018年で、大学生の時で、その時は8ヶ月ぐらい、ニュージーランドって北と南の島に分かれてて、その北の島の下の方、ウェリントンっていう首都に住んでました。で、そこで、語学学校に、4ヶ月ぐらい通って、でその後ウェリントンの大学に、通ってました。そこですごい私はいろいろ現地の友達作ったりとか、あとはそこにいる日本人の子たちにいろいろ自分にはない価値観を教えてもらったりして、こうやってこの後過ごしていきたいなみたいな考え方がすごい180度ぐらい変わったところだなと思ってて、なのですごくそういう意味でも思い入れの深い国になります。で、なんでこんなにじゃあそんな思い入れの深い国なのに、グッズが少ないか、ご紹介できるものが少ないかっていうと、実家に全部あります。実家に例えばオールブラックス、ラグビーのオールブラックスのちっちゃいラグビーボールのおもちゃとか、ポストカードとか、留学時代に使ってたテキストとか、そういう思い入れのあるものはほぼほぼ実家にあって、で実家からその当時の留学生活で持ってきたものってこのキウイのマグネットだけなんですよね。でこれは一人暮らしする時も私が最初に自分の旅行先のマグネットを買ったのもこのニュージーランドだし、でそこから今はいろんな行った国のマグネット集めてるんですけど、そういう意味でもこの子は思い入れ深いキウイちゃんになります。で前回の旅行は本当にバックパックだったのもあって、お土産すごい少なくて、これは夫に買ったキウイの靴下だし、これは自分に買ったキウイのネックレスなんですけど、これめっちゃニュージーランド好きな人な感じに一気になっちゃってちょっと面白いなと思ってどこにつけてこうか迷うんですけど、でもこれこんな感じですごい可愛いんですよね。これ3000円ぐらいだったので自分へのお土産にちょうどいいなと思って買っちゃいました。そう、このぐらいしかニュージーランドのもので今お見せできるものが今の家にはなくて、全部実家に置いてきちゃったって思ったんですけど、お話しできることとか出せる写真とかいっぱいあると思うので、ちょっと今日は隅の風飲みながら、いい夜なんでね、乾杯お話ししていけたらなと思います。そもそもなんでニュージーランドなのってめちゃくちゃ留学した時に聞かれたんですけど、ニュージーランドすごい雰囲気良くないですか？有名なので言うと羊の方が人間より多いとか、のんびりしてるイメージがなんとなくあって、でその当時ちょうど最初にトランプ政権が発足したちょうどその時期に留学を考えてたんですね。なので最初アメリカに、王道だし行こうかなと思ってたんですけど、それは親から反対を受けてしまって、でイギリスとかそういう他の地域と比べてもニュージーランドってやや留学費用が安くて、そういうのも考えて治安というか情勢の安定しているかどうかと、あとは留学費用の
の安さを考えてニュージーランドを選びました。でしかもニュージーランドのいいところって、結果として私は日本人とも結構友達になったのであんまり関係なかったかもしれないんですけど、日本人の留学生が他の地域に比べて少ないです。なのでそういう意味でも、選んでよかったなって思います。でこれはちょっと偏見も入るかもしれないし、今ニュージーランドに留学してる方がいたらもしかしたら気を悪くされる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、わざわざいろんなあまたある海外の中からニュージーランドを留学先に選ぶ方って、ちょっと変わってるというか、少なくとも超王道タイプではないみたいな方が多いのかなっていうのを私は実感して、自分のことを棚に上げてなんですけど、逆にすごくユニークな友達がたくさんできて、私はできた友達とかそこで経験できたことが、一番の財産となって思える留学生活になりました。だからといってはなんなんですけど、うちの家族はニュージーランドもものすごい大好きで、妹2人もニュージーランドに留学してたりとかして、家族みんなでニュージーランド旅行も何回か行きましたし、自然が中心にはなりますけどすごくいい国なので、私もそうですし私の家族もみんなニュージーランド大好きになってます。はい。でだから留学している妹に会いに行くっていう話を前回の動画ではしてたんですけど、まさに自分が留学してた町じゃないけど南島に今妹が留学して住んでるので、その妹の様子を見にというか、それを口実にして旅行できないかなと思って南島のクライストチャーチ、そしてテカポに行ってきました。でテカポコなんて正直世界一の星空で有名になりましたし、めちゃくちゃ王道観光地なんですよ、ニュージーランドの中でも。なのになんで留学中に行かなかったんだろうってめちゃくちゃ後から後悔して、すごい時間はあったんですね留学中。お金はそんななかったですけど時間はあったのにもっとニュージーランド国内観光しとくんだったなって思っていたので、今回妹に誘ってもらえて、しかもクライストチャーチとかクイーンズタウンとか南の島のその有名な都市からだとどちらもバスで4時間ぐらいで行けるんですよ。だからちょうどいいなと思って、今回はテカポに行きました。でよく聞かれるというか現地の方からも実際に聞かれたんですけど、なんでクイーンズタウンじゃないのって聞かれて、でクライストチャーチよりもクイーンズタウンの方が大きい観光地だから多分聞かれてるんですね。なんだけど私実はクイーンズタウンは行ったことがあって、その自分の留学中に会いに来てくれた家族と一緒にクイーンズタウンに行ってます。でその時になんだっけあれなんだっけバンジージャンプの発祥の地と言われる普通に谷みたいなのも見たし、クイーンズタウンの街並みもその時見たので、今回はそのクイーンズタウンじゃなくてクライストチャーチがいいなと思って初めてクライストチャーチに行きました。でただクライストチャーチってすごくよく言うと穏やかな街ですごく住みよいと思うんですけど、観光で行くには観光客の気持ちだとちょっと物足りないかもっていう、やることなくなっちゃうかもっていう街ではあったので、結果として2泊3日とかで行って3泊4日か3泊4日とかで行って、クライストチャーチにずっととどまるんじゃなくてテカポに行って大正解だったなと思ってます。なんでそのやることなくなっちゃうかなとか物足りないかなって思うかっていうと、そのお店が閉まるのがものすごい早いんですよニュージーランドって。
いいカフェとか人気のあるカフェとか5時までやってればいい方で、全然ほんと11時3時とかで閉まっちゃったり、そういうのも多かったりするんですね。だから夜ご飯もすごいちゃんとお金出さないと買えないか、ほんとファストフードみたいなのになっちゃうかみたいな、そういう感じだし、あとはもうバーに行くしかない風になっちゃって、なんかこうコンスタントに日本みたいに夜までコンテンツがあるみたいな、そういう感じの国じゃないんですね。だからぶっちゃけ結構その日中一生懸命動かないと暇になっちゃうっていうのが一個あるのと、あと私が行った今の時期ってその南半球なんで向こう冬なんですよ。で冬って暗くなるのめっちゃ早いじゃないですか。だから店が閉まるだけじゃなくてもう暗くもなっちゃう、お散歩もできないっていう感じです。寒いし。なのでやっぱりそのただ街歩きするとか私結構好きなんですけど、なんかそういう楽しみもちょっと他の時期の方が楽しいかなっていう、そういう感じなので、せっかく会社員の休みを使って行くならやっぱテカポ行ってよかったなって思います。で動画見てくれた方はすごい分かっていらっしゃると思うんですけど、しくじりまして私すごい全然ビザというかイータのこと忘れてて、で入国許可が下りないかもみたいな、そういうことになっちゃって、本当はニュージーランドのその例えばアメリカでいうエスタみたいなそういう同じ入国審査の許可の申請が必要なんですけど、72時間前までに出してねって言われているのに12時間前に気づくっていう、出発のでやばいってなってすぐ夜の便だったんですけど朝9時に申請出したんですけど、もう全然繋がらないというかずっと保留になっちゃって、で私今年の2月にオーストラリアのイータ同じように申請してるんですけど、この時はなんかアプリで本当10分ぐらいで申請承認降りたんですね。だからちょっと舐めてたっていうのもあって、ほんと30分とかでスッと通ったらいいなみたいな、なんかそんな風に思ってたんですけど、もう全然数時間経っても音沙汰ないし、私その日夜の便でずっと夕方までは仕事を在宅でしてたんですが、もう昼とか気が気じゃなくてずっとこうリロードするみたいな、ページ何回も何回も更新するってやってたんですけど、なんか全然うんともすんとも言わない感じでもう移動を始めなきゃいけない時間になっちゃって、で私ももうちょっと焦ってちゃんとお昼とかに調べればよかったんですけど、体験した後にちゃんと調べ始めて、そしたらなんか普通に搭乗拒否飛行機でされちゃうよとか、あとはなんか飛行機変更しなきゃいけなくなっちゃいましたみたいな人とかも出てきていて、でなんかそういうヤフー知恵袋とかブログとかが出てきて、もうめちゃくちゃ焦ってチャット GPT に相談してどうしようって言ったら移民局に電話かけろって第一案で言われて、で移民局なんでもちろん向こうの英語なんですけどもう仕方ないからかけて、あと3時間で飛行機出ちゃうんだけどまだペンディングでみたいな、チェックしてとか言ってみたんですけど全然私が悪いのであなた今日申請してるじゃんみたいな言われちゃって、もうその通りです、おっしゃる通りですって感じですよね。で仕方がないので空港のカウンターでもう聞きなさいっていう風に言われて、そこからまださらに移動が1時間ぐらいあったんですけど、もうカンタスの空港カウンターまでダッシュですよね。電車乗ってる時とかはもう電話もできないし
貸しても意味なさそうだし、何もできることがなくてちょっと現実逃避気味だったんですけど、実際成田空港着いてカンタスのカウンター行って荷物預けた人とかの後ろに並んでる時は、なんかもう最悪ニュージーランドまで行けなかったらこの経由地のブリスベンまで行かせてもらおうみたいな、そういう気持ちになってて、私オーストラリアのブリスベン経由でニュージーランドのクライストチャーチまでのフライトを取ってたので、かつそのオーストラリアまでは有効なそのイータを持ってるんですよ。なのでもう最悪頼み込んでそこまで行けないかなというか、ニュージーランド行きを変更してでもそこまで近づいとけば、その乗ってる間十何時間あるので、その間にアプローブされないかなみたいなのをすごい考えるぐらいには焦ってました。でただ空港のカウンター行ってやっと自分の番が来て、空港の職員の方に聞いたら、お客様なんかビザが降りてないっていうのでお困りで来てくださいましたかみたいな穏やかな感じで聞かれて、いやそうだって説明してるけど伝わってないかなみたいな、こちらとしてはもう何がどうなってるのかもわからないので、そうですそうですみたいな、本当私の責任なんですけどみたいな感じでお話ししていたら、どうやら職員さんが見えてるその航空会社の画面ではもう私その承認済みの人になってたみたいで、なんだみたいな、もうなので大丈夫ですよ乗れますよって普通に言っていただいて、もうめちゃくちゃ安心しました。ちょっと着く前からそんなだったので、もう妹にもなんか本当にごめんなんだけど私のミスで行けなくなるかもしれないみたいな、そういう LINE とかも送ってて、でも本当に頑張って、でももし来れなかったら友達とテカポ行くねとかいろいろ予約もしてたんで言われたりとかして激泣いしてたんですけど、なんとか全然余裕で乗れることも分かって本当に一安心でした。ニュージーランド行く方は絶対こんな余計な心配とか電話とかダッシュとかしなくていいように72時間前までにちゃんと手続きをしてください。はい。でそんなこんなでブリスベン経由で飛行機遅れたりしながらもクライストチャーチ着いて、普通に空港からの市内の行き方とか、ニュージーランドに日があるうちに着いたらそんな怖くもないし、バスとかあるだろうから調べなくていいかと思って結構楽観的な感じで空港着いたんですね。そしたらなんか妹のそのステイ先のオーナーさんっていう方がなんか迎えに来てくれてるよって妹に言われて、でしかもその飛行機1時間遅れてたんで全然余裕で1時間待たせててお会いしたこともないしそういう展開になると思ってなかったんで、お土産とかお渡しできるものも何にも用意してないんですよ。なのになんかこう初対面の方を待たせてフライト後のボロボロの姿でお会いするっていうハードモードになりまして、なんか結果的にものすごいいい韓国人の方で子犬もいたりとかして温かい方だったんですけど、想定外の連続のニュージーランド行きになりました。はい。でその日は妹のステイ先に泊めてもらって、なのでホテルじゃなかったし、あとご飯もさっき言ったみたいに閉まっちゃうのすごい早いし、外で食べるほどでもないかってなって妹が自炊してくれてたんで、すっごいでかいおにぎりを2つ半食べました。なんかこんなに作るっていうぐらい妹が気合い入れて作ってくれてで私が留学中は全然そんなちゃんと料理とかしなかったし、大学生の時に寮付きのところに寮に入ったってこともあって、でご飯もついてるところですごい甘えた環境に私はいたんですね。なので火が使えない寮で全然ご飯とかは自分で作れなくて、買うかその寮で出てくるご飯の時間に合わせてちゃんとその
基地に行くかみたいな、なんかそういう生活をしてたんですけど、妹はすごい偉いなって思います。ちゃんとねお米スーパーで買って自分でお鍋で炊けるようになって、でなんか安いお野菜とかそういうのも買ってるらしくて、私が留学してた時もそういう生活をしてた友達いっぱいいましたけど、なんか改めて勉強とかもやってるし、そういうのもやってる生活をちゃんと営んでるなっていう凄さを感じました。はい、そうで本当はねウェリントン行きたかったんですよ。私の友達まだ住んでる人もいたり、懐かしい場所を巡りたかったんですけど、ちょっと今回本当に時間なくて、でしかもクライストチャーチまでってなんか11月からはニュージーランドエアの直行便が出るらしいんですけど、今って南島に行くのって絶対どこかしらでは乗り換えなきゃいけないんですよ。そうだからもうほんと時間ないから無理かもって思って、ウェリントン行くにも乗り換えなきゃいけないし難しいなと思って、ちょっと今回諦めちゃいました。なんかいつか行って動画にも懐かしい景色を収められたらなって思うんですけど、それはできず、なんで今回はそのままテカポに向かいました。星空が見えたか見えなかったかは動画とか見てほしいなって思うんですけど、前の動画テカポ自体はもうすっごい行ってよかったです。もう私が東京の疲れた会社員だからっていうのもあるかもしれないですけど、もう浄化され度がすごいから、自然を求めてる人こそニュージーランドでこうなんか人もいないし、もう自然と一対一で整うみたいな、なんかそういう時間の過ごし方ができるので、ぜひぜひ行ってほしいと思います。特にそのやっぱニュージーランドのいいところって断定はできないですけど、やっぱり安全かなとは思います。なのでその朝とか夜とかそういう静かな時間を楽しみたい時に、例えば湖の近く行くとか、あんまりヒヤヒヤしないでいられるし、なんかみんないる人たちも穏やかな感じがして、私はすごくおすすめだなと思います。どの世界にもお仕事で疲れた方とか、あとは人間関係でいろいろ疲れたなとかあるかもしれないですけど、自然の中にいると、私そんなに自然派じゃないんですけどね、ちゃんと屋内で寝たいしそうなんか別にめっちゃ海で泳いだりとかしないし、キャンプとかも全然しないけど、でもその自然の中に身を置く時間ってめちゃくちゃいいなって思うので、なんかぜひ機会があってニュージーランドちょっとでも興味があるよって方がいたら、私の動画とか元に興味持って行っていただけたらすごい嬉しいなと思います。はい、そんな感じでニュージーランドのお話は今日これぐらいにしたいなって思うんですけど、なんかまたニュージーランドに行ったらぜひ動画撮りたいですし、あとはなんかニュージーランドにはちょっと他の国よりも旅行じゃなかったので長くいたので、なんかぜひ聞きたいこととかあったらコメントとかいただけたら嬉しいなと思います。じゃあまた次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。